はい、こんにちは。今日はね、爆弾やっていきたいと思います。火薬で弾を飛ばす銃を作ることには成功したんだけど、火薬の爆発を使えば広範囲の敵にダメージを与えられるんじゃないか。ということで行ってみましょう。まずここにある火薬が 4.4 キロ。銃を作った時はこれを細切れにして使ったんだけど、今回はこれそのものを爆弾として使おうって話ですね。で、まずはこの塊でどのくらいのダメージが出るか。草を破壊してるのと私のところまでダメージが届いてもいるんだけど、草に1300くらいと私には40ダメージくらいしか入ってないので、この火薬量だと大ダメージとは言えないですね。今敵の要塞のビーム砲があっちに5つとこっちに2つの計7つ残ってて、理想ではあいつらを一掃したいと思ってたんだけど、早くも雲行きが怪しいかなとはいえ火薬の材料になる硝石がこんだけあるので、これと硫黄をくっつけて、よし、あとその辺に転がしてった火薬があったので、これで合計 24.1 キロ。これが今使える最大の量なんだけど、これで試してみるとダメージが上がりましたね。重量がさっきと比べて 5.5 倍になってるんだけど、草へのダメージが7700で約6倍、私へのダメージが520で13倍になってますね。これは火薬が大きい塊であるほど威力が上がるって法則と関係してるんだけど、中心部のダメージよりも範囲のダメージに影響しやすいみたいですね。よし、この辺を踏まえつつこれを工夫してビーム砲を破壊できるかどうか試していきます。って言ってもね、本物のビーム砲を相手にするとなると実験中に容赦なく攻撃されるので、以前ビーム砲だけを焼き払ったこの柱で実験していきます。この柱のガラス部分が仮想敵ですね。とりあえずさっきの24キロで試してみると、私に入るダメージがさっきと比べて格段に増えてるというか、映像をよく見たら数字はよく見えないんだけど、なぜか2回ダメージが入ってますね。さっき草の上にポンと置いたのと違って柱にくっつけてるので、爆弾が安定することでダメージが上がるってところまでは想像できるんだけど、ダメージソースが1つなのに2回ダメージが入ってるのが不思議ですね。これ映像を見直すまで私も気づかなかったんだけど、もっぺんやり直しても同じような結果になってるので、もしかしたら壁に遮られた爆風が反射してるのかな。だとすると興味深いんだけど、これやってる最中はこの現象に気づいてなかったので、今回はこの現象については置いといて、とりあえず私を爆風から守る盾を用意して改めて試してみると、
りあえず柱を破壊するには十分な火力があるみたいなんだけど、肝心のガラス部分にはダメージが届いてないですね。理論上は火薬の量を増やせば上まで届くはずなんだけど、今用意できる火薬はこれだけなので、これ以上の爆風を出すのは無理ですね。ちなみにさっきから何回か試したうち、映像で確認できる3回分のダメージ表記は全く同じ数字なので、全く同じ条件だと火薬のダメージは変わらないと判断して良さそうです。で、この火薬でできる対策としては、爆弾をもっと上の方に設置するってな手段があるんだけど、爆弾が重すぎて壁が登れないさすがに24キロは無理か。かなり惜しいところまで行けたんだけど、こんなもたもた登ってたらビームに狙われて火薬が爆発しておだぶつですね。手が届く範囲でできるだけ上の方にもつけてみたんだけど、これでも効果はありませんでした。もしかしたら真下につけてると爆風が真上にしか上がらなくって角度が悪いのかなって思ったりして、少し離したところに置いたりもしてみたんだけど、これも効果なしですね。ここまでの実験でこの火薬量で地上から爆風でビーム砲を壊すのは無理ってことだけは分かったので、作戦を変更します。まず柱を壊す、次に落ちてきたビーム砲を壊すの2段階の手順で考えるとして、それぞれの手順で使用する最小限の火薬量はどのくらいなのかってなことを検証してみましょう。まず柱を壊す方から、とりあえず2キロで試してみると462ダメージ、まだまだですね。ちなみに火薬は中心に近いほど威力が高いってな研究結果が出てるので、さらに薄くしてみたんだけど、結果は同じく462ダメージ。この大きさでこの薄さだと数字に出てくる違いはないみたいですね。同じように今度は3キロ。これだと805ダメージ。重量は 1.5 倍なのにダメージは 1.7 倍になってるので、想定通り塊が大きくなるとダメージ効率は上がってますね。柱の耐久力は1125なので、もう少しでいけるかな。次 3.5 キロ、943ダメージ。惜しい3.8 キロ、1055、もうちょい4キロ、1122、惜しすぎる4.1 キロ、これで決まりか。1153、よし、これで柱を破壊することができました。柱を破壊するために必要な火薬が 4.1 キロっていう結論だけは出たんだけど、この量で柱を一つ一つ破壊するのも現実的ではないっ
ってことも分かったので、これはこれで研究データとして置いといて、同じようにビーム砲を破壊できる火薬量を検証してみましょうかね。その前にその辺に転がってる自爆ドローンが邪魔なので、この前捕まえたやつと一緒にしてその辺に転がしとこうかな。なかなか面白い転がり方をしますねその辺に固定しとけばよかったんだけど、まあいっかとにかくこれで安心して戦えるようになったので、柱は力技で壊しちゃいます。やろうと思えばもちろん落ちてきたビーム砲も壊せるんだけど、今回は実験サンプルなんでね。で、このビーム砲の耐久力が675。とりあえず捕獲して 0.3 キロの火薬で試してみると、ノーダメージですね。これは物体には防御力があって、これを上回らないとダメージが入らないってな法則が関係してるんだけど、早い話ダメージが低すぎるってことですね。銃器を作ってる時にこの辺の説明ははしょっちゃったところで、火薬の量を増やしすぎると弾が壊れたりするので、弾を作る時なんかは弾頭を壊さないくらいに調整する必要があるんだけど、今回は逆にギリギリ壊せる量を調整していきます。まずは1キロ。表示は見えなかったんだけど、耐久力の減り方から逆算して359ダメージですね。半分以上削れてるってことは2キロにするとお釣りが来るはず。あれ？生きてる。同じく逆算すると536ダメージかな。ちょっとね、さっきの火薬は塊が大きいほどダメージが増えるの法則と矛盾してるんだけど、もしかしたらさっきの柱と違ってこのビーム砲は地面に固定しない方法で試してるので、反動か何かの影響で違う法則が働いてるかもですね。ビームが落ちてきた後を想定すると、地面に固定されてる状況の方が不自然なので、今回はこのまま実験していきます。そんな感じで3キロで試してみると、よし、無事に破壊できました。ということで結果としては柱は 4.1 キロ、ビーム砲は固定してない状況下なので若干不確定要素はあるんだけど、実測値としては3キロ。細かいところを詰める余地はありつつも、どちらにしろシンプルな爆弾だけで要塞攻略をするのは現実的ではないってな結論になっちゃったんだけど前回のスナイパーライフルだと 0.1 キロの火薬って結構離れたところから15発くらい撃てば当たったことを考えると、火薬の消費量で倍以上かかってる上に近づかないといけないっていうリスクにさらされるので、火薬の直接ダメージだけで戦うっていうのは今回の実験だけだと戦術的にメリットが見出せないですね。って言ってもね、この実験結果を利用して
もう一つ爆弾的なものを思いついたので、引き続きそれをやってみましょうかね。ということで、次回は炸裂弾やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。